こんにちは、特急便です。2023年10月25日、11時半になりました。これから出発します。昨日、僕ゼロ件で久しぶりにやってしまったんですけどもね、ゼロ件だと、やはり皆さんコメントしやすいようで、いろいろくださってありがとうございます。参考になります。で、また番組も組み立てやすいです。親切で、一番最後の方にコメントくださった方で、ダブルとかトリプルを優先してんじゃないか説ありうりますね。ダブルとかトリプルだと100円で運ばせることもできるでしょ。それだったら自転車さんに1件で300円で運ばせるよりはそっちに回した方が会社としては得ですからね。で、あとはバイクにした方が自転車よりいいですよとか、回り方変えた方がいいですよとか、普通の意見でしたね。普通の意見って失礼ですね。僕の意見よりその方の意見の方が正しいかもしれないですからね。バイクに変えた方がいいかもしれません。バイクさんの配達員さん、最近で、もうこの周り回ってる方3人ぐらいの方と会って聞いたんですけども、この悪いシーズンでも1日やると20件から30件になるんですよって話で、僕なんかからするとすごい羨ましいんだけど、でも単価はね、300円か300円プラスアルファぐらいで、30件やっても1万いかない日もあるんですって。だからそうなると、ガソリン代とかいろいろ経費考えると、ちょっとね、踏み切れないなって感じですよね。自転車で、バイクでやりたい方でもね。ずっと閑散期が続いたとしたら、多分そっちの選択肢の方が正しいんだけど、繁忙期もありますからね。で、繁忙期になると、今度バイクさんの売り上げと自転車の売り上げと、あんまり変わんないから、バイクさんたちの方が自転車が羨ましくなっていくんですよね。で、ずっとコロナ入ってから、コロナ明けてもそうですけど、ここ3年ぐらい、バイクさんがずっと有利で、そういうのはないんですけども、コロナ前はね、3ヶ月おきに、閑散期に入ると、バイクさんが有利になる。で、繁忙期に入ると、バイクさんが有利は変わらないんだけども、そんな変わんなくなっちゃうから、バイクさんが、運営に文句言ってね、自転車有利じゃないか。で、またその繁忙期が終わると、バイク有利になって、で、また、閑散期が終わると、自転車有利になって、って感じで、3ヶ月ごとに続いてましたね。で、土曜日、日曜日、すごく悪くなりまして、で、そこは、単純に、配達員の人数が急激に増えたのかなって僕は結論にしてしまったんですけども、数字を見るとね、面白いですね。最近この番組を始めたんで、今まで適当にやっていた数字を、運転時間の利用率ってことで起こしてやってるんですけども、先週の木曜日、金曜日がオンライン時間に対して29%の利用率でした。で、先々週は25%だったから、平日の比較だと、先々週より先週の方がちょっと回復したのかなと思ってたんですよ。そしたら、先週の土曜日が14%、日曜日が9%、で、おとといの月曜日がまた9%、で、昨日が0ですから、だん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 と落ちてきて、急にゼロになったわけではないんですよね。で、回り方とか、基本的に変えてませんから、努力もそれを、皆さんしてますよね。私もしてますし。じゃあ何でしょうって、外的要因かなと考えたんですけども、外的要因って言っても、例えばね、大きなスポーツイベントがあるとき、プロ野球の日本シリーズとか、サッカーのワールドカップとか、あと、オリンピックとか、で、いい試合があって、みんなが夢中になって見るときですね、その時は、オーダー止まりますよね。でもそれって2時間か3時間ぐらいの間だけだから、毎日は影響ないはず。八幡東区白川町ドロップです。諏訪町というか枝光大輝です。さっき珍しく家でなりまして、オープニングの動画撮ってる途中だったんですけども、やめて一回配達しました。これで今日は0件ではないです。で、この辺北九州市内ではとても配達員には人気のない場所です。
アウトレットモールの店舗は入りづらいし、それから山も急ですから自転車も来ません。自転車もともと稼働してませんけどね、他の地域でもね。ここでもうちょっと待機してみます。さっきどこまで話しましたっけね。外的要因なんて話で終わりにしようと思ったんですけど、それですね。で、東京の時から思ってましたけども、株価がギューって下がると、ちょっと皆さんのマインドが下がって、ウーバーちょっと節約するようになるんですよね。で、株価とウーバーなんか直接関係ないんだけど、多少は影響あるかなと僕は思ってます。東京の頃からね。で、今回金曜日の、5番初値付近かな、13時30分、日経平均株価が3万1400円とかあったんですけどね。で、昨日の、10月24日の、前場終値が、3万700円割って3万660いくらとかついてましたんで、1% ちょっとは下がってるんですよね。で、今日は逆に 1.3% 上がってますから、金曜終わって土日月火入らないで、で、今日1件入った。理屈としては合ってるんですけどもね、ただ 1% 程度の株価の下落でそんなに影響あるのかな、僕はちょっと懐疑的には思ってます。いや、今ちょっと頭で計算したんで 1% って言っちゃったんですけど、今電卓で計算してみたらおおよそ 2.2% ですね。で、金曜日のザラバで月火で3営業日で 2.2% だから、ちょっと大きいかもしれないですね。で、ウーバーの繁忙期に株なんか下がってもそんな影響ないんだけど、閑散期のね、一番細ってる時に下がりますからね、影響あるかな。僕はこれ 2.2% でも50-50ぐらいですね。関係ないかもしれないけど、気に留めてはおきます。沖大待機です。ガストで3時間ぐらい粘ってました。コーヒー飲んでね。で、運転時間の利用率が 9% まで落ちたんで、なる可能性がありますから、これから外に出ます。ならない公園待機です。ならない公園待機です。多分ならないと思います。文字通り。いつもの公園です。ラスト2時間、このいつもの公園で9時まで待機します。昨日が0件、一昨日が日曜日でも1件でしたから、そんなには期待してませんけど、1件ぐらいになるかな。2件になれば、御の字ですね。さっきも他の方の YouTube 見ましたけども、皆さん、地域にもよりますけども、厳しそうですね。1年以上長くやってる配達員さんは、年に2回はこういう時期が来るっていうことを知ってますからね。ある程度、準備して、心づもりしてやってますけども、新進気鋭のブイブイをしてる配達員さんは案外きついんですよね。夜9時で終わりにしました。今日は夜は外しました。昼間の家で鳴った1件だけです。いろんなところで待機しても流しても今日もダメでした。ただゼロではなかったってだけですね。毎年この時期ダメですけど、ちょっと今年はひどすぎるなっていう感じもします。ではまた明日。ぷー。